皆さんこんにちは、平松浩二です。今回はですね、この心拍を使いまして、皆さんに、腎シャリの作り方を説明していきたいと思います。まず最初にですね、こちらの心拍、樹齢が約30年ぐらいだと思われます。幹の方もですね、このように、前後裏表すごく捻転している様子がわかると思います。で、今回はですね、どういうふうにデザインするかということを、皆さんに、説明していきたいと思います。当然ですね、心拍の場合、心拍の特徴として、腎とシャリがあることが心拍の一番の特徴になります。そこでですね、今回この素材を使って腎とシャリを作り出していきたいと思います。こちらまだどちらを正面にするかは決めてないんですが、こちらすでにこういうですねちょっと弱った枝があります。こういう弱って間延びしてますよね。こういう間延びしている枝は枝として使いにくいので、デザインとして使いにくいので、こういうやつは、最初にカットしてやります。こちらですね、今カットしましたので、こちらをですね、陣にしていく予定です。で、こちらの部分、この下枝も少し、弱ってます。当然こちらも弱って間延びしています。こういう枝もですね、カットして、陣にしてやります。特にですね、商品盆栽を作る場合ですね、こういう間延びした、間延びしてちょっと長い枝、こういう枝はね、特に使いにくいので、なるべくこのようにですね、枝が短い、少し細めの枝、そういうやつを使って、作業していく方が作業的にもですね、やりやすいと思います。で、今こちらもう弱ってる枝ですし間延びしているので、そちらを外しました。次にこの先ほど言ったようにどちら、正面とはまだ決めておりませんが、こちらを見た場合ですね、この枝、幹自体を隠している枝になります。基本的にですね、盆栽やっぱりこう幹の動き、特に心拍の場合ですね、この幹の面白い動きですね、こちらを見せてやる必要があります。ということで、この枝もカットして陣にしてやります。最初に陣を作る場合ですね、なるべく、極端に急に短くするんじゃなくて、最初はですね少し長めに陣にできそうな枝ですね、少し、長めにカットしてやります。長めにカットして陣を作ってやって、それからですねそのボリュームですね、どのぐらい残してやればいいかっていうのを考えた方がですね、作業的にもデザイン的にもしやすいので、最初長めに残してやるようにします。で、今ここをカットしましたね。この幹の動きですね、この幹の素晴らしい動きが見えてきたと思います。で、まず商品盆栽のこの大きさについて説明したいんですが、基本的にはですね、商品盆栽、樹高が20センチと決まっております。20センチです。この鉢の上側からですね、この鉢の上からこの緑の部分、心拍の場合、天腎と言いまして、腎が上に突き出している場合があります。その場合、天腎の方はですね、高さに含めませんので、この緑の頭の部分、
ここまでを20センチに抑え込んでやると小品盆栽、基本的に小品盆栽と言われるサイズになります。で今3本、こちらとりあえず3本を外しました。であとはですね、この先ほど言ったようにこの20センチ、20センチに抑えてやるということが必要となります。この場合ですね、約28センチぐらい、30センチ弱ぐらいあります。こういう場合はですね、この頭の部分も陣にしてやって、その樹高を抑えるという必要があります。心拍の特徴、特に陣舎利っていうところが心拍の見どころになりますので、この部分をですね陣にしてやる方がですね心拍らしさが表現できると思いますので、こちらもカットしていきたいと思います。心拍を作る上でですね、どういう樹形にするかっていうのは非常に大事になってきます。自分の中でですね、頭の中でいろいろ樹形を想像してですね、ここの本体を見ながら、どういう樹形にしてやると心拍らしさが出てくるかっていうところ、そこがもう非常に難しいんですけども、このレッスンを通じてですね、皆さんと勉強をしていけたらと思ってますので、よろしくお願いします。でこの頭の部分、今外していきます。でとりあえずこんな感じで頭の部分を外しました。この枝も陣にしてやった方が心拍らしさ表現できると思いますので、このとりあえずここの部分ですね、ここの部分、あとはある程度ですね、枝は残してやってます。で下からだいたい作り上げていく段階でですね、もう少し枝を減らしたらいいか、もう少し陣を作ったらいいかっていうことを考えながらですね、自分のイメージに近づけていくということが必要になります。でとりあえず何本か枝を外しましたので、これからですね、この陣の作り方を説明しながらですね、後の構想をいろいろ考えていきたいと思います。こちらでもいけますし、こちらでも十分使えると思います。あとこの角度ですね、どちら流れにしたらいいか、私の中ではですね、とりあえず大体のイメージはあるんですが、それもですね、この陣を作ってやった後ですね、大体イメージがもっと鮮明になりますので、それでこの角度等々また検討したいと思います。それでは、こちらが分かりやすいですかね。こちらの方から陣を作っていきたいと思います。今枝の方をカットしましたので、陣の作り方としてこういうやっとこですね、やっとこでこういうこの生きた部分ですね、生きた部分を少し潰してやる感じ、今4月ですので、この時期ですと枝に枝の吸い上げ、水も吸い上げてますので、この皮の部分ですね、こんな感じで、すぐ剥いてやることができます。この繊維を少し潰してやる。あまり潰しすぎるとこの
木質の部分が傷みますので、軽く表面だけですね、表面だけこんな感じで潰してやって、あとは指でも簡単に剥けます。この部分ですね、もう枯れてしまっている部分になりますので、こちらの場合はですね、いろんな道具を使ってやってですね、この皮の部分、皮の部分を取るようにしてやります。今ここにあるのが私が普段よく使うジン作りの道具になります。こちらですね、この丸い部分、この先が刃物になっております。これをこういう感じで使ってやると、この皮の部分ですね、皮の部分がきれいに取れます。あと細かい部分ですね、こちらもですね、商品盆栽の陣作り、シャリ作りに使う道具です。こちら基本的にはですね、接ぎ木用の刃物、ナイフになります。こちらはですね、細かい、こちら刃物になっています。こちらでですね、こういう細かいところの皮を取ってやるのに非常に便利なものです。商品盆栽のにはこういう少し小さめの刃物の方が使いやすいと思います。こちらもですね、こういう感じで、こういう感じで皮が剥くことができます。こちらはナイフですね。こちらも当然このように切り込みを入れてやって、皮を剥くのに適しています。陣作り、基本的にですね、陣、長めに、最初に長めに、残してやると言いました。でですね、これをある程度剥いた段階、あとはこちらの形を作った段階でですね、最終的にここの長さ、デザインを決めていきます。だから最初の段階ではですね、大まかに、皮を剥いてやる程度でいいと思います。
ですね、陣作り、注意するポイント、こういう付け根の部分ですね、こういうある程度これすべて、皮をむいてやってます。あと注意ポイントは、こちらの枝の付け根の部分、こちらはですね、今の時期ですとこの皮をですね引っ張ってやるとずっと自然に向けていくんですけども、とりあえずここで止めたいという場合があります。こちらですね、こちらの根元で止めたい、そういう時はですね、先にこういう感じで切り込みを入れてやります。切り込みを入れてやって、ここできちっと止めてやるようにします。そのままですね、皮をずっと剥きますと、皮を剥きたくないところまで剥ける場合がありますので、とりあえず最初の段階ではですね、こんな感じでこの付け根、枝の付け根ですね、ここまで最初の段階では剥いてやります。あとはですね、ここのもう少し、基本的にはですね、これを少し、くさび型につなげてやった方が、自然っぽく見えます。それはですね、後の段階でまた考えていきます。最初の段階ではただ、この皮をこの付け根まで剥いてやるっていうのが大事なポイントになっていきます。で次にこちらですね、こちらも同様に皮を剥いていきたいと思います。こちらも同じ要領でこんな感じで少し表面を潰してやるとすぐこんな感じで皮を取ることができます。こちらの場合はですね、もうすでにこの2本枯れてしまった部分がありますので、こちらの部分は少し皮が剥きにくいと思います。こちらすべて枝が生きてましたので、皮の部分もすぐ簡単にですね、このように取ることができます。こんな感じで、すぐこの水水の分生きた部分ですね、これをすぐ今の時期ですとすぐ剥いてやることができます。これも同様にとりあえず最初の段階、ここの付け根の部分ですね、こちら切り込みを入れてやって、ここで皮を剥くのをこちらで止めてやります。
こちらの枝はですね、すでに最初に枯れてしまってですね、もうすでに枝がない状態でしたので、こちらの部分も先ほど言ったように少し皮は生きた部分に比べて剥きにくいです。そういう場合はこういう道具を使ってこの白い部分ですね、この茶色の部分をのけてやることでこの中の白い部分出てきます。こちら白い部分が見えるまで取り除いてやります。こんな感じですね。こういう白い部分が出てくるまで取り除くようにしてやってください。こんな感じですね。表面を少し潰してやると簡単に剥くことができます。
気をつけるところですね。ここも枝の付け根の部分、ここは慎重に、丁寧に剥いてやります。こちらこのように最初の段階ではですね、少し、大雑把に、剥いてやればいいと思います。こんな感じで、こちら下の部分ですね、3本、4本ですか、人狼を作ってやりました。人の作り方、基本的にはこういう少し先端の部分を取ってやって、こう枝元へ引き剥がしていくっていう感じになります。こういうことをすることによってですね、人が自然風に見えます。この生きた皮をですね剥くだけですと、この人、ただ丸っぽくなるだけですので、こういうふうに引き剥がして引きちぎってやるっていうことが、大事になります。これ人作りの道具ですが、この生きた皮ですね、こういうやつをこういう人作りの道具で引き剥がして剥いてやります。でこの部分ですね、この付け根の部分、これがずっといってしまうとですね、こちらの枝の水水、生きた部分を傷つけてしまいますので、この付け根の部分ですね、必要な枝の付け根の部分、こちら気をつけてここで留めるようにします。で引きちぎって剥いてやる。こんな感じで、剥いてやります。こちらがもう同様ですね。同じようにして剥いてやります。こういう細かい枝ですね。こういう細かい枝は自然にもうすぐですね、腐ってなくなりますので、こういう細めのはもう根元から取ってやります。ある程度太めの枝ですね、こういうやつは残して陣にしてあげます。で先ほど少し言うのを忘れましたが、こういうやっとこですね、やっとことかでこの生きてる部分の繊維を潰してやることで、スッと剥けます。
で剥いた後ですね、こちらと同じように先端を細くしてやって、これもう少し細いのでこのままで、太いやつはですね先ほどと同じように、先端を細くしてやって皮を少し引きちぎる感じでこの筋目をつけていきます。あんまり強くやりすぎると木の部分、この木質の部分ですね、こちらが潰れますので、適度な力でですねほぐしてやるっていうのが大事になります。ほぐしてやるとですねこういう指でも剥けますので簡単に剥けます。これもですね、こういう生きた皮を剥くのに非常に便利な道具になります。こちら側がナイフ、刃物になって生きた部分ですね、こちらを剥がしてやるようにします。
こんな感じである程度大まかに剥いてやります。この後でこちら全体ですね作業をし終えてからこの陣の位置ですね、これ今剥いたばかりなのでまだ形動きますので後でまたこの形を調整していきたいと思います。今こちらの枝この生きた部分ですね、生きた部分の皮を剥き終えました。この枝ですね、この枝もこちらにですねこちら側は後ろ枝になります当然。こちらにまだ枝もかなり残ってますのでこれで後ろの部分カバーできますのでこの2つですね、この2つも外していきたいと思います。陣は長めに残してやります。これも同様にこの生きた部分の皮を剥いてやります。こちらの部分ですね、こちらの部分もあまり深く向けないようにですね、こういうこれ切り出しナイフですね、こういうナイフでこの境目をきれいに剥いてやります。
商品盆栽の場合ですね、非常に、細かい作業を要求されますので、皆さんもですね、自分の使い勝手のいいような道具、こういう細かい作業ができるような道具を揃えておけばいいと思います。心拍の場合、こういう生きた部分を水水、と言いますが、この水水をすべて取ってやります。今私が使っているこの道具もですね、これ立派なんですけども、特に商品盆栽の場合ですね、こういう先が、こうシャープなやつ、尖ったやつですね、尖って少し長めになります。こういう道具も非常に、商品の場合は使いやすいです。で、ある程度向けましたら、この先端を斜めに、取ってやって尖らしてやります。こんな感じですね。こんな感じである程度大まかに、最初の部分大まかにこの皮を剥いてやりました。今、これだけ剥いてやっただけでもですね、こちらの、幹の模様ですね、素晴らしい陣を作ることによって、自然っぽさですね、表現をしていきます。それでは早速ですね、この今カットした部分の陣を作って、皮を剥いてですね、陣を作っていきます。陣のを作る場合ですね、今特に、6月ということで、吸い上げの方も非常に活発な時期であります。こういう時はですね、こういうやっとこうで、この表面をですね、少し潰してやる感じですね。潰してやる感じですぐに、この表面の表皮ですね、こちらを剥くことができます。基本的に私はですね、心拍の場合一年中作業はしてやるんですけども、一般の方はですね、真夏とか
まあ真冬ですね、ちょっと木に負担がある時期ですね。ちょっと心配だないう時はその時期は避けた方がいいと思います。この6月にですね、心拍先ほど言ったようにですね、非常に、根っこからの吸い上げ、活発になりますので、陣作り、シャリ作りですね、特に、そういう部分に関してはですね、この時期非常に適した時期だと思います。こんな感じでですね、やっとこれで潰してやることで、簡単に、この水水の部分ですね、こういう皮の部分簡単に取ることができます。このジンを作る場合ですね、このジンとシャリを作っていく場合ですね、特に気をつけるのがですね、ここのつなぎ目の部分ですね。このつなぎ目、特にこういうつなぎ目の部分、ここが非常に考えるところであります。この子供心拍ですね、この一枝でも形は作ることはできます。この一枝でも形は作れるんですけども、こちらの枝ですね、こちらの枝、この水水、水水、生きた部分ですね、こちらの水水、この部分ですね、こちらの部分で、この枝、栄養分を吸い上げております。それでですね、この枝ですね、この枝はですね、こちらからずっと捻転してですね、こちらの部分、この部分につながってます。基本的に心拍の場合はですね、この水水の部分ですねを2本残してやる方が見た目のバランスとか鎖が遅いとかですね、そういう部分になりますので、基本的には2箇所、2本ですね、2本の水水がこう絡み合う、そういうところが心拍を作る上で非常に大事なところになってまいります。ということで、これだけでもいけるんですけども、今回これを頭部分に作るということで、この後ろから出てますけれども、この部分は残しております。
で先ほど言った部分ですね、ここのつなぎ目の部分ですね。こちらの部分ですね、あまり、こう引っ張りすぎるとですね、向けすぎる場合ありますので、こちらの方で、とりあえずカットしてあります。この部分ですね、この部分で陣作りの部分、陣の部分をナイフでカットしてやることで、この水水ですねが向けすぎることを予防することができます。でこの部分のこちら側の水水ですね、水水でこちら車輪、もうすでに車輪ありますけども、この2本のこの上の部分もこの2本の水水を残してやりたいということで、この付け根部分ですね、この付け根部分、ここは慎重に、作業してあります。こういう感じにこの木質ですね、木の部分がしっかり見えるまでですね、この水水の部分しっかりと外してあります。この水水の部分がですね多少残ってるとですね、
この腎剥いたこの皮ですね、剥いた後にですね、少し湿り気を持つ場合があります。そういう場合はですね、そこに湿り気を持っていることで、腎の方も腐りやすい、新しい腎ですね、腐りやすい、ということになりますので、この水水の部分、生きた部分ですね、そこはしっかりきれいに外してやるのがポイントです。先ほどこちらの部分で表側で説明したようにですね、この裏側部分、こちらもですね、この枝、水水しっかり残すように、この基盤の部分ですね、水水が下からつながっている部分をきちっと残してやります。この水水をですね、こう剥く場合ですね、基本的にはその成長方向、その繊維に沿って、きれいに剥けていきます。心拍の場合はですね、その少々ですね、その成長方向以外に、水水を作ってやる場合もですね、心拍の前に自分で水水を形成しますので、多少の無理は効く樹種になります。こういう毛羽だった部分ですね、こういうのもきれいに除去してやります。特にですね、こういう水水と新しく水水と腎ですね、作る場合、このちょうど境目の部分、こちらはですね、きれいなナイフで切り戻してやる、きれいなナイフで切り戻してやることで、こちらの肉巻きですね、当然ここはですね、まだ生きてますので、これから成長期肉巻き、こういうふうに傷を巻くっていうことですね、ことをやってまいります。その場合ですね、ナイフできれいに、切り口を整えてやることで、その肉巻きがきれいに早くきれいに巻けるということになります。こんな感じですね。こんな感じで、とりあえず水水、新しい腎を作るための水水を取り除くことが終わりました。この段階でですね、ですね、腎を作る場合、私が、心がけることはですね、こういう成長期にとりあえずこの水水外してやります。それで少しですね、この部分まだ水分含んでますので、この水分がある程度乾いた状況ですね、乾いて状況でこういう今もうすでにあります腎のようにですね、こういう細かい腎、この辺に模様を入れたりですね、この先を尖らしたり、乾いた状態の方がですね、きれいに、作業ができると思いますの
とりあえず12週間程度この部分は乾かしてあります。あとはですね、その間にこちらの部分作業しますので、こちらの全体像ができてからの方がこの陣の形ですね、陣の形をイメージしやすいと思います。でまず商品盆栽のこの大きさについて説明したいんですが、基本的にはですね、商品盆栽、樹高が20センチと決まっております。20センチです。この鉢の上側からですね、この鉢の上からこの緑の部分、心拍の場合、天神と言いまして、陣が上に突き出している場合があります。その場合、天神の方はですね、高さに含めませんので、この緑の頭の部分、ここまでを20センチに抑え込んでやると商品盆栽、基本的に商品盆栽と言われるサイズになります。で今3本、こちらとりあえず3本を外しました。であとはですね、この先ほど言ったようにこの20センチ、20センチに抑えてやるということが必要となります。この場合ですね、約28センチぐらい、30センチ弱ぐらいあります。こういう場合はですね、この頭の部分も陣にしてやってその樹高を抑えるという必要があります。心拍の特徴、特に陣舎利っていうところが心拍の見どころになりますので、この部分をですね陣にしてやる方がですね心拍らしさが表現できると思いますので、こちらもカットしていきたいと思います。心拍を作る上でですね、どういう樹形にするかっていうのが非常に大事になってきます。自分の中でですね、頭の中でいろいろ樹形を想像してですね、ここの本体を見ながら、どういう樹形にしてやると心拍らしさが出てくるかっていうところ、そこがもう非常に難しいんですけども、このレッスンを通じてですね、皆さんと勉強をしていけたらと思ってますのでよろしくお願いします。でこの頭の部分今外していきます。でとりあえずこんな感じで頭の部分を外しました。この枝も陣にしてやった方が心拍らしさ表現できると思いますので、このとりあえずここの部分ですね、ここの部分、あとはある程度ですね、枝は残してやってます。で次にこの点ですね、点陣の方ですね、こちらも同様に皮をむいてやります。こちらもですね、気をつける部分をこの部分ですね、とりあえず枝は残してますけれども、こちら向きすぎるとこの枝が傷む場合があります。この場合もですね、この生きている枝の付け根に切り込みを入れてやって、きれいにこの水水の皮の部分ですね、こういうのを剥いてやるようにします。
こんな感じですね。こんな感じでとりあえず、大まかに、皮の部分、皮の部分だけを取り除いて大まかな陣を作ってやります。こんな感じですね。